おはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド。君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。力が欲しい。この世を荒らし回る亡者どもの魂を冥府につなぎ止めておくための力。鎖。経験不足とか言うつもりはないわ。ひよっこでもいいって客はいるし、あんたひよっこ以前なんだよね。見ればわかる。なんだと？何が見える？私の横に。何も見えないでしょ。見えるようになったらおいでよ。それがここの最低条件。あの時の私はパスポートは持っていても切符の買い方すら知らない旅の素人のようなものだった。なぜなら私はそれまで世界の秘密を念をまるで知らなかったのだから。具現化系だなお前は。オーラを物質化するのが得意なタイプ具現化系。だ。なんだ不満そうだな。強化系が私の理想だったのだが、こればっかりは持って生まれた系統だからな。希望通りってわけにはいかねえ。自分の本質と真正面から向き合ってとことん突き詰めていくしかねえのさ。さあ、あと1ヶ月はこれで初の修行だ。見事だ。1ヶ月でここまで具現化能力を高めれた。おめえの才能なら具現化能力を 100% 習得するのも時間の問題だろうぜ。俺が教えられるのはここまでだ。クラピカ、裏ハンター試験合格だ。裏ハンター試験。そうだ、年俸の得得、ハンターに必要な強さの裏付けさ。お前はもう卒業だ。どこへなりと。ダメだ。私が求めているのはハンターとしての強さじゃない。一人で戦い抜くための力だ。力だと？私は力が欲しい。そのためにはどうしても強化系の念能力が必要なんだ。不可能だ。お前に強化系は極められない。具現化系のお前の他の能力の習得率はこうだ。どんなに飲み込みが良くても
自分の系統でない能力を完璧に習得することはできない。自分の系統から遠い能力ほど習得率が下がる。特質系がゼロなのは？特質系ってのは特別でな、覚えようとして覚えられるもんじゃねえんだ。大抵が血統だったり特殊な環境で育ったりが作用する個性的な能力だからな。なぜこの位置かといえば、後天的に特質に変わる確率が高いのが両隣の具現化と操作だからだ。そういう意味ではお前はまだ可能性がある方だな。お前言っていたな、一人で戦い抜ける力が欲しいと。そのためには強化系能力の習得が最優先だというお前の考えは正論だ。攻め、守り、癒しを一番効率よく補強できるのが強化系だからな。だが具現化系のお前では強化系の技、威力ともに半分程度しか得得できない。これが現実だ。例外はねえ。強化系ってのは純粋に加減法で成り立つ世界だ。例えばお前が強化系を 100% 極めた念能力者と戦った場合、そいつが生身のパンチ力を 100% の念で強化し全力で殴ったとする。それはイコールこういうことだ。それに対しお前の念能力では 60% の肉体強化が限界だ。つまり攻撃をガードしてもお前は40のダメージを受けてしまう。まず勝ち目はねえ。もちろんこれは一番単純化した数式だ。肉体の強さは個体差もあるし、体調によっても大きく変わる。戦う場所や状況にも影響される。念に至ってはもっと複雑だ。歓喜、狂気、悲哀、恐怖、憎悪、優越、仕打ち、覚悟、ありとあらゆる心の動きが作用して念を加減する。それは時に 100% 以上の力を生み出すかもしれないが、こと戦闘に関してはこれは決していいことじゃねえ。能力以上の力を使えば必ずどこかに歪みが生ずる。それは弱点とかいう致命傷になりかねない。常に勝つためには安定した力が必要だ。具現化系の安定した力とやらは強化系を頂点まで極めた能力者との戦闘で通用するのか。クイズ、何でも切れる刀具現化できるか否か。できない。理由は？人間の能力の限界を超えているから。具現化能力を 100% 極めたとしても具現化できないものはある。とても丈夫でよく切れる刀なら具現化可能だが、それなら実際の名刀を買った方がいい。力の無駄遣いだ。実在するものをただ具現化しても有効な武器にはならないし、かといってあまりに神がかり的なものは具現化できない。具現化系は戦いに関してバランスが難しい能力ってことだ。だがその反面、型にはまればすごい威力を出すことが可能でもある。つまり答えはイエスでもありノーでもある。何を具現化するかは慎重に考えて最適なものを探すことだ。クラピカ、お前なら何を具現化する？失礼。お邪魔するわ。ありがとう。いいえ。あなたどちらまで？答えなければいけませんか？いいえ、でもよく言うでしょう。旅は道連れって。せっかく向かいの席に座ったんですもの。これも何かの縁だと思わない？いえ、今の私に人の縁など必要ない。必要なのは目的に向かう強い意志と力、それだけだ。鎖？ああ、鎖がいい。具現化と聞いたとき最初に頭に浮かんだものだ。鎖ね。なんでだろうな。冥府につないでおかねばならないような連中が
この世で野放しになっているからだろう。そうかね。俺には縛られているのはむしろお前自身のような気がするがね。貴様に何がわかる。貴様待ておい。てめえな、俺はお前の師匠だぞ。道を敬え。ほら話も途中だ。バックレんな。おいクラッター、誰にも分かりはしない。分かるはずもないのだ。だから私は。切符を拝見いたします。はい、どうぞ。どうも。身分証明としてライセンスカードの提示が必要なはずだが、調べないのか。では失礼。本物です。お返しします。失礼いたしました。どうぞ良い旅を。復讐のためか。どうしてって顔だな。わかるさ。俺はお前の師匠だからな。やめておけ。復讐なんて虚しいだけだ。今のお前は復讐という蜘蛛の糸に縛り付けられもがき苦しむ蝶と同じだ。なんて冷たくて悲しい音色なのかしら。その鎖が奏でる寂しげな音色にはとても強い思いがこもっている。ごめんなさい、仕事柄音が気になって。占いみたいなものだから気にしないで。具現化能力は便利な魔法じゃねえ。オーラというエネルギーを思念で空間に安定させ維持させる。れっきとした物理現象だ。物質も極微世界では電磁的エネルギーの渦に過ぎないというからな。それが無限に近いほどの集合体となって物として性的な存在となる。それを思念の力で代行するには凄まじいほどの集中力とイメージ力が必要だ。特に金属のような高分子配列を構成するのは最も難しい。なんてのは俺が言うまでもないことだがな。ま、気長にやるこった。お前が気の済むまで付き合ってやるよ。師匠として責任があるからな。降り出したよね。夜の雨って気がめいるものね。
少しは回復したようだな。根詰めるのも時には必要だが限度がある。自分がお釈迦になっちまったら復讐もクソもねえだろ。貴様にはわからない。一族のため同胞の無念を晴らすためにブラックリストハンターを死亡。ハンター委員会に問い合わせた個人情報だ。生き残った者の使命ゆえにってか。まあ理屈や論理じゃ割り切れないもんはあるからな。絶対にちぎれない鎖は無理だが限りなくそれに近づける方法が一つだけある。本当か？どうすればいい？師匠！なんつう現金なやつだ。こんな時だけ師匠呼ばわりってか。師匠！はいはい。2つの制約。ルールを決めてそれを心に誓うんだ。遵守するとそのルールが厳しいほど使う技は爆発的な威力を発揮する。これは念の基本的性質だ。覚悟、足かせといったリスクがバネとなって相乗効果が生まれる。感覚的にはわかるだろう。火事場のバカ力とか急須猫を噛むとかと同様の潜在力の発現と考えればな。お前の鎖にルールを作れ。お前の覚悟で守れる範囲のな。ただし言っとくがこれは安定とは正反対の大技、諸刃の剣だ。もし制約を破れば反動で念能力そのものを失う危険があることを忘れるな。あなた狙われているわ。ライセンス狙いの請負人グループみたい。数は6人。心音に乱れがないところからしてかなり離れしたプロだわ。6人ですか。ご忠告感謝します。数まではわからなかった。ご心配なくあなたに迷惑はかけませんから。私の目的は雲を捕らえて仲間の火の目を奪い返すこと。捕らえたら決して逃がさない鎖が欲しい。ターゲットは雲だけでいい。ターゲット以外に使用しないか。少し弱いな。早まるな。それはただの前提条件だ。じゃあどんなルール？命をかける。あなたの言った通りでした。状況判断の的確さと迅速な行動力。彼らはプロです。おかげで最小限の威嚇で追い払うことができました。ありがとう。どういたしまして。合格ね。驚きだわ。わずか半年ほどで念を習得してくるなんて。私を覚えているのか？まあね。なんせ訪問客が少ないから。あなたが前に来た時から今まで他の客は一人だけ。あなたが思っている以上にここは見つけにくいのよ。で、どんな雇い主がお望み？ヨークシンで開催されるオークションに強いコネクションを持つ人物がいい。仕事の内容は問わない。強い権力を持つ依頼人は当然要求も厳しいわよ。ハンター歴0年のあなたを雇うとは思えないけど。3人いるわ。あなたの条件で経歴問わず面接で判断っていうの。3人とも身辺警護込みの依頼よ。さて誰にする？どうぞ。ありがとう。あなたのおかげでとてもスリリングで楽しい旅だった。やっぱり旅は道連れって本当ね。
旅は道連れ。では私はこれで。あなたとはまた会えそうな気がするの。風の音がそう奏でているわ。私は戦い抜く。もう誰の力も借りない。頼れるのは自分の力のみ。そのために私はミートさん、俺いっぱい話があるんだ。あ、これキルア。次回ハンターハンター、ただいまおかえり、僕キルア。最高の骨集めだね。探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい。短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に笑って